皆さんこんにちは。金子です。みんなはお元気ですか？先週の土曜日、私は初めて茶道に行きました。日本の伝統的な文化を体験したかったので、とても楽しみにしていました。朝9時に起きてきれいな服を着ました。電車に乗って静かな場所にある茶室へ行きました。茶室に入る前に靴を脱ぎました。そして先生に挨拶をしました。先生はとても優しい人でした。部屋の中はとても静かで落ち着いた雰囲気でした。まず茶道の簡単な説明を聞きました。茶道では心を大切にしてゆっくり行動することが大事だと教えてもらいました。それから正しい座り方も教えてもらいました。少し難しかったですが、頑張りました。次にお茶をいただきました。抹茶は少し苦かったですが、とても美味しかったです。甘いお菓子も一緒に食べました。お菓子はとてもきれいで、春の花の形をしていました。お茶を飲むときは、カップの持ち方や飲み方にもルールがあります。最初は少し間違えましたが、先生が優しく教えてくれました。茶道の時間はとても静かで心が落ち着きました。外の音もほとんど聞こえませんでした。ゆっくりした時間を過ごして、とてもいい経験になりました。終わった後、友達ととても良かったねと話しました。また行きたいと思いました。今回の体験で日本の文化の美しさを感じることができました。これからもいろいろな文化を体験したいです。日曜日に東京の小さいアパートを片付けました。東京では部屋が少し狭いです。私のアパートも小さいですが、とても便利な場所にあります。駅に近くてスーパーやコンビニもあります。でも、物が多いと部屋がもっと狭くなります。だから日曜日に部屋をきれいにしました。日曜日の朝7時に起きました。天気が良くて気持ちが良かったです。まず窓を開けて新しい空気を入れました。それから音楽を聴きながら掃除を始めました。最初に机の上を片付けました。本やノート、ペンがたくさんありました。いらない紙はゴミ箱に入れて、大切なものは箱に入れました。本は本棚にきれいに並べました。机の上が広くなって嬉しかったです。次にクローゼットを整理しました。服が多くて少し大変でした。あまり着ない服は箱に入れてよく着る服だけ残しました。夏の服と冬の服を分けて見やすくしました。その後、キッチンを掃除しました。お皿を洗ってテーブルを拭きました。冷蔵庫の中もチェックして古い食べ物を捨てました。
キッチンがきれいになると料理をしたくなります。午後は床を掃除しました。ほうきでゴミを集めて、その後、掃除機をかけました。最後に床を拭いて、部屋がとてもきれいになりました。全部終わった後、コーヒーを飲みながら、きれいな部屋でゆっくりしました。少し疲れましたが、とても気持ちが良かったです。部屋がきれいだと、心も明るくなります。これからも、毎週、日曜日に少しずつ片付けたいと思います。きれいな部屋で生活すると、毎日がもっと楽しくなると思います。月曜日、5月4日、今日は休みだったので、私は友達と一緒に江ノ島に行きました。前からずっと行きたかったので、とても楽しみにしていました。前の日の夜は少しワクワクしてあまりよく眠れませんでした。でも朝は7時頃に起きて早く出かける準備をしました。8時頃に家を出て駅で友達と会いました。それから一緒に電車に乗りました。電車の中で今日の予定について話したり写真を見たりしてとても楽しかったです。ゴールデンウィークだったので電車は少し混んでいました。江ノ島に着いた時、天気はとても良くて空が青くて綺麗でした。海の近くに行くと風が少し強かったですが、とても気持ちよかったです。波の音も聞こえてリラックスできました。たくさんの人がいて、家族やカップル、外国人の観光客も多かったです。まず私たちは橋を渡って江ノ島に入りました。橋の上から海を見て写真をたくさん撮りました。魚を取っている人や船も見えました。それからゆっくり歩きながらお店を見ました。お土産屋さんや食べ物のお店がたくさんあってとても賑やかでした。次に有名な神社に行きました。神社まで行く道には長い階段がありました。登るとき少し疲れて大変だねと言いながら歩きました。でも途中で休みながら頑張って上まで行きました。上に着いたときとてもいい景色が見えました。海と街が広く見えて風も気持ちよくて来てよかったと思いました。お昼ご飯は近くのレストランで食べました。私は有名なしらす丼を食べました。しらすは新鮮でとても美味しかったです。友達はラーメンを食べて美味しいと言っていました。一緒に話しながら食べてとても楽しい時間でした。ご飯の後でカフェに行って少し休みました。私はアイスコーヒーを飲みました。甘いケーキも食べてとても幸せな気持ちになりました。窓から海が見えてゆっくりした時間を過ごしました。午後はお土産を買いました。家族のためにお菓子を買って自分のためにも小さいキーホルダーを買いました。
その後、もう一度海の近くに行ってのんびりしました。友達とたくさん話して、たくさん笑いました。気がつくと、もう夕方になっていました。時間が早く過ぎてびっくりしました。帰りの電車では少し疲れてうとうとしました。でも、とてもいい思い出ができました。とても楽しい一日でした。また、友達と一緒に江ノ島に行きたいです。皆さんこんにちは。金子です。みんなはお元気ですか？先週の土曜日、私は初めて茶道に行きました。日本の伝統的な文化を体験したかったので、とても楽しみにしていました。朝9時に起きてきれいな服を着ました。電車に乗って静かな場所にある茶室へ行きました。茶室に入る前に靴を脱ぎました。そして先生に挨拶をしました。先生はとても優しい人でした。部屋の中はとても静かで落ち着いた雰囲気でした。まず、茶道の簡単な説明を聞きました。茶道では心を大切にしてゆっくり行動することが大事だと教えてもらいました。それから正しい座り方も教えてもらいました。少し難しかったですが、頑張りました。次にお茶をいただきました。抹茶は少し苦かったですが、とても美味しかったです。甘いお菓子も一緒に食べました。お菓子はとてもきれいで、春の花の形をしていました。お茶を飲むときは、カップの持ち方や飲み方にもルールがあります。最初は少し間違えましたが、先生が優しく教えてくれました。茶道の時間はとても静かで心が落ち着きました。外の音もほとんど聞こえませんでした。ゆっくりした時間を過ごしてとてもいい経験になりました。終わった後、友達ととても良かったねと話しました。また行きたいと思いました。今回の体験で日本の文化の美しさを感じることができました。これからもいろいろな文化を体験したいです。日曜日に東京の小さいアパートを片付けました。東京では部屋が少し狭いです。私のアパートも小さいですが、とても便利な場所にあります。駅に近くてスーパーやコンビニもあります。でも、物が多いと部屋がもっと狭くなります。だから日曜日に部屋をきれいにしました。日曜日の朝7時に起きました。天気が良くて気持ちが良かったです。まず窓を開けて新しい空気を入れました。それから音楽を聴きながら掃除を始めました。最初に机の上を片付けました。本やノート、ペンがたくさんありました。いらない紙はゴミ箱に入れて、大切なものは箱に入れました。本は
本棚にきれいに並べました。机の上が広くなって嬉しかったです。次にクローゼットを整理しました。服が多くて少し大変でした。あまり着ない服は箱に入れてよく着る服だけ残しました。夏の服と冬の服を分けて見やすくしました。その後、キッチンを掃除しました。お皿を洗ってテーブルを拭きました。冷蔵庫の中もチェックして古い食べ物を捨てました。キッチンがきれいになると料理をしたくなります。午後は床を掃除しました。ほうきでゴミを集めて、その後掃除機をかけました。最後に床を拭いて部屋がとてもきれいになりました。全部終わった後、コーヒーを飲みながらきれいな部屋でゆっくりしました。少し疲れましたが、とても気持ちが良かったです。部屋がきれいだと心も明るくなります。これからも毎週日曜日に少しずつ片付けたいと思います。きれいな部屋で生活すると毎日がもっと楽しくなると思います。月曜日5月4日、今日は休みだったので、私は友達と一緒に江ノ島に行きました。前からずっと行きたかったので、とても楽しみにしていました。前の日の夜は少しワクワクしてあまりよく眠れませんでした。でも朝は7時頃に起きて早く出かける準備をしました。8時頃に家を出て駅で友達と会いました。それから一緒に電車に乗りました。電車の中で今日の予定について話したり写真を見たりしてとても楽しかったです。ゴールデンウィークだったので電車は少し混んでいました。江ノ島に着いたとき、天気はとても良くて空が青くて綺麗でした。海の近くに行くと風が少し強かったですが、とても気持ちよかったです。波の音も聞こえてリラックスできました。たくさんの人がいて、家族やカップル、外国人の観光客も多かったです。まず私たちは橋を渡って江ノ島に入りました。橋の上から海を見て写真をたくさん撮りました。魚を取っている人や船も見えました。それからゆっくり歩きながらお店を見ました。お土産屋さんや食べ物のお店がたくさんあって、とても賑やかでした。次に有名な神社に行きました。神社まで行く道には長い階段がありました。登るとき少し疲れて大変だねと言いながら歩きました。でも途中で休みながら頑張って上まで行きました。上に着いたとき、とてもいい景色が見えました。海と街が広く見えて、風も気持ちよくて、来てよかったと思いました。お昼ご飯は近くのレストランで食べました。私は有名なしらす丼を食べました。しらすは新鮮でとても美味しかったです。
友達はラーメンを食べて美味しいと言っていました。一緒に話しながら食べてとても楽しい時間でした。ご飯の後でカフェに行って少し休みました。私はアイスコーヒーを飲みました。甘いケーキも食べてとても幸せな気持ちになりました。窓から海が見えてゆっくりした時間を過ごしました。午後はお土産を買いました。家族のためにお菓子を買って自分のためにも小さいキーホルダーを買いました。その後、もう一度海の近くに行ってのんびりしました。友達とたくさん話してたくさん笑いました。気がつくともう夕方になっていました。時間が早く過ぎてびっくりしました。帰りの電車では少し疲れてうとうとしました。でもとてもいい思い出ができました。とても楽しい一日でした。また友達と一緒に江ノ島に行きたいです。